わしじゃ浮きみどを魅力じゃ。浮きだよ。さきですわ。式の浮きと先も一緒なのでよろしくな。弥勒様、今日は何のゲーム？今回は久々の合訂移植作品の紹介じゃ。カプコンの名作ベルトスクロールアクションファイナルファイトのメガドライブ版、その名もファイナルファイト MD じゃ。実は当時メガドライブの周辺機器であるメガ CD にて移植版が発売されているのじゃが、メガ CD のハード特性などもあり、ファンを満足させる内容ではなかったのじゃ。そこで現在の技術でメガドライブでのファイナルファイト移植を実現させようというのがマフロ・ザビエル氏のプロジェクトじゃ。2022年頃から取り組まれているプロジェクトであり、進捗状況も都度報告されていたが、今回完成が近づいたバージョン 0.92B が公開された。ただメガドライブに移植するというだけでなく、豊富なオプションや3人同時プレイの実装など、まさに究極のファイナルファイトを作り上げようという情熱が伝わってくるのじゃよ。というわけで今回もポリメガのパッチ機能を使用する。今回は同じベルトスクロールアクションということで、レアナックル2のパッチデータとして作成してみた。USB や SD メモリなどのバイブストレージにパッチデータを保存し、ゲームの起動メニューを開く。あとは一番下のパッチ選択を選び、保存したパッチを選択してセットしてから起動するだけじゃ。本作があくまで無料のファンゲームであり、カプコンの正規の許諾を受けた製品ではないことの説明じゃな。すぐロムに焼いて無許可で売買するようなんやからは、地獄に落ちればいいと思うのじゃよ。さすがに日本語でローカライズまではされていないので、オープニングなどは英語表記となる。声優によるボイスまでついた豪華なメガ CD 版と比べて、アーケード版に忠実なオープニングじゃな。タイトルロゴに輝く MD の文字が素晴らしい。本作の素晴らしいところの一つは、このアチーブメントじゃ。アーケード版にはなかった要素じゃが、昨今の流行りに合わせて、ゲーム内で様々な条件を満たすことでアチーブメントを獲得することができる。元がシンプルなベルトスクロールアクションなだけに、繰り返しプレイする動機づけとなり、プレイバリューを向上させる、とても良いアイデアだと思うのじゃよ。全くダメージを受けずにボスまで行け、というのもあるな。そして、
このアチーブメントを獲得していくことで解放されていくのがエクストラオプションじゃ。オプション画面では標準でオート連射も選べるのが素晴らしい。そしてジュークボックスではゲーム中の BGM などを自由に聴くことができる。曲名や作曲者の名前も入っているあたりがファイナルファイトに対する愛を感じるのじゃよ。ここがエクストラオプションじゃ。60フレーム固定モードが選べるほか、ボス戦の BGM を変えたり、空中ヒットの有無を変更できる。また、獲得したアチーブメントの数により、ワンパンチモードやランダムエネミーモード、無敵やステージセレクトなどもできるようになるのじゃよ。モチベーションをかきたてられる良いシステムで、公式でも実装してほしいくらいじゃな。それでは、早速プレイしていくのじゃ。通常のアーケードモードの他に、3人同時プレイや追加キャラが使えるメガモードがあるのじゃが、せっかくなのでメガモードでプレイするのじゃよ。この通り、最大で3人同時プレイができるほか、ファイナルファイト2のキャラクターであるマキも使えるのがメガモードじゃ。とりあえず、まずは比較しやすいように、ハガーでプレイするかな。今回は同じメガドライブ系ということで、メガ CD のファイナルファイト CD を比較動画としてお送りするのじゃよ。もともとグラフィック自体はメガ CD 版もかなり再現度は高いのじゃが、このメガドライブ版も素晴らしい。パッと見て感じるのはメガドライブ版の方がより鮮やかになっているということじゃな。ちなみにメガドライブもメガ CD も使える色数は512色中最大64色で同じなのじゃ。にもかかわらずこれだけ鮮やかになっているのはかなり色の選択やパレットを工夫しているものと思われる。ただこれはメガ CD 版が劣っているということではなく、個人的にはグラフィックの考え方の違いもあると思うのじゃ。メガ CD 版は
オリジナルが持つアメリカのバイオレンスアクション映画的な雰囲気をより再現するために、あえて少しくすんだ感じの色合いにしたのではないじゃろうか。メガドライブ版は確かに鮮やかで見やすいが、ともすればどりついというか統一感がないようにも感じられてしまうのじゃよ。限られた色数の中で何を一番に伝えたいか表現したいのか、性能が劣るハードへの移植ならではの開発者のこだわりが垣間見える部分じゃな。というわけでわしはどちらのグラフィックも好きじゃよ。ステージ1から素晴らしい移植度じゃな。続いてステージ2じゃ。アンドレのパイルドライバーを食らってしまった。この辺りはつり革のグラフィックが大きくなっていたり、車両のつなぎ目から背景が見えるようになっているのがわかるな。素晴らしいと思うのはキャラクターの動きじゃな。ファイナルファイトの敵キャラはそれぞれ動きにも個性があり、攻撃方法にも特徴がある。例えば身軽な J や 2P は常に背後に回り込むような動きをとってくるし、ハリウッドは距離を取ればない、近づけばスライディングしてくるなど、まるでそれぞれに意志があるかのような動きをしてくるのが、ファイナルファイトがベルトスクロールアクションの傑作と言われる理由の一つなのじゃよ。このメガドライブ版もそれを忠実に再現していて、
このキャラはこんな動きしないのにというのがないのがすごいと思うのじゃ。そういえばメガ CD 版は CD 音源を生かしてアレンジ BGM になっているのじゃが、これはこれでいいんじゃよね。背景のオブジェクトとか CD より容量が少ないはずのメガドライブ版の方が豪華になっているように見えるが、これには理由がある。 CD ロム自体は大容量であっても、当時のメガ CD では CD ロムから読み込んだデータを保存するメモリの容量に制限があり、その中でキャラクターから背景まで全てのグラフィックを描写する必要があった。一つのシーンに容量を使いすぎると頻繁に CD の読み込みが発生してテンポが悪くなってしまうわけじゃ。一度に使えるデータ量という意味ではロムカートリッジより劣る場合もあり、 CD ロムの大容量を使いこなすにはまだまだハードの性能が足りない時代だったのじゃよ。ボーナスステージもバッチリじゃな。Oh my god! Oh my god! 次はステージ3じゃな。背景の壁の色が明るくなっているので、かなり雰囲気が違って見えるな。
ファイナルファイト CD が不評だった点として、アーケード版と同じように連射ができず、おま落ちのようになってしまうというのがある。このため、隙のない連続攻撃が特徴だったガイなどは、かなり不利になってしまい、アーケード版と同じ感覚でプレイや攻略ができないというのが大きな不満につながったようじゃ。メガドライブより処理速度も遅いスーパーファミコン版はできたのに、容量にも余裕があるメガ CD でなぜ再現できなかったのかというわけじゃな。わしもあまり技術的に詳しいことはわからないが、要は1フレーム内に書き換えができるデータ量に限界があり、その中でアーケード版と同じサイズでキャラを表示し、かつ2人同時プレイも実現しようとしたとき、そこは削らざるを得なかったということらしい。なので、キャラのサイズを小さくしたり、一度に出現するキャラの種類や数を減らす、また2人同時プレイを諦める、などの方法であれば、再現できた可能性はある。当時の技術や限られた時間の中でも、開発者の方々の選択だったということじゃな。そういう意味では、スーパーファミコン版は、2人同時プレイを削ってでも、プレイフィールを優先したということかもしれないな。本作ではメガ CD を経由していないので、直接メガドライブの VRAM のみで書き換えができることと、容量自体にも余裕があるため、アーケード版と同等の高速連打やグラフィックを実現できているのじゃ。何しろ当時は8メガビットのロムとかがメインだったが、このメガドライブ版は32メガビットくらい容量があるからな。もちろん開発技術も当時と比べて進化しているというのもあると思うのじゃ。続いてはステージ4じゃ。このステージ4はス
スーパーファミコン版は丸ごとカットされてしまったことで有名じゃな。この辺りのグラフィックの色合いはかなりアーケード版に近づけているのじゃよ。お気づきの人もいると思うが、メガ CD 版ではプレイヤーキャラ2体と敵キャラ4体の合計6体の同時表示が限界だったが、このメガドライブ版では敵キャラだけで同時に6体表示させることができている。開発者の方の話では、敵キャラを最大7体まで表示できるという話で、3人同時プレイでも敵キャラ5体までは確認できている。おそらくプレイヤーキャラと敵キャラで合計8体までは同時表示できるのではと思われるのじゃ。さすがにちょっとちらつきが出たりもするが、やろうと思えばここまでの表現ができるというメガドライブの底力を感じさせてくれるのじゃよ。
ステージ4も無事にクリアなのじゃよ。あ、しまった。これは間に合わないかもしれないな。やはりギリギリ間に合わなかったか。次はステージ5じゃな。ボスのアビゲイルが苦手なんじゃよね。お、背景のビル街が細かく描写されていて美しいな。もうゲームの後半なので敵の出現数が多くて囲まれることが増えてきたのじゃ。大量のでかい敵キャラに囲まれてこそまさにファイナルファイトだと思うのじゃよ。アーケード版がリリースされた当時でもいわゆるベルトスクロールアクションはいくつもあったが、これだけ大きなキャラクターが大量に出現し、雑魚キャラであってもそれぞれに個性があるというのはかなり画期的だったのじゃ。プレイヤーキャラも全く性能の違う3人から選べるというのもありそうでなかったところじゃな。攻略方法も変わってくるし、遊ぶ人によって好みもあったりでそれぞれ人気があったのじゃよ。敵味方含めて個性豊かなキャラクターの素晴らしさは後に本作のキャラクターがストリートファイターシリーズなどに多数ゲスト出演していることからもよくわかると思う。
背景の街灯も光っていて、細かいところまでよくこだわっているな。そしてこの大量の敵に囲まれる恐ろしさ、ファイナルファイトの醍醐味じゃな。動きや連打が遅いハガーだとだんだんきつくなるのじゃ。バックドロップをうまく使って敵を巻き込んだり、うまくポジションを入れ替えていくのがポイントじゃな。ステージ5のボス、アビゲイルさんじゃ。近づくとすぐ掴まれるし、離れると突進してくるし、ハガーだときついんじゃよな。
かくの刀がなくなってしまった。だいたいこのアビゲイル戦で残機が一気に減ってしまうのじゃ。いよいよ最終ステージとなるステージ6じゃ。このステージがまた長いんじゃよね。ファイナルファイトは以前もプレイしているので、今回はトーク少なめでゲームメインじゃが、ご理解いただけると幸いじゃ。特にこのステージはファイナルファイトならではの大量の敵キャラに囲まれる楽しさがメガドライブ版はさらにパワーアップしているので、ぜひご覧いただきたい。これこれ、こういうところじゃよ。
素早い GK と攻撃力の高いアンドレの組み合わせに囲まれるのは本当にきつい。でもまさにこれぞファイナルファイトじゃな。さすがにちょっとのコンティニューでクリアは厳しいかな。
そろそろハガーも終わりじゃな。いいところで体力回復アイテムが出てくれて助かったのじゃ。そういえばこのメガドライブ版のエクストラオプションでは体力回復アイテムが一切出ないようにも設定できるのじゃよ。上級者向けの設定じゃな。さすがにやられてしまった。次のキャラはどうしようかな。せっかくメガモードで遊んでいるのでマキにしてみるか。マキはファイナルファイト2でプレイヤーキャラとして選べるキャラでガイと同じで侵入忍術の使い手じゃ。ガイの婚約者であるレナの妹でレナがさらわれたのでガイの代わりに助けにという設定で登場する。他の格闘ゲームにも登場しており、ファイナルファイト関連では比較的知名度が高いキャラということで選ばれたと思われるのじゃ。性能的にはガイをさらにピーキーにした感じじゃな。動きが素早く連射性能は高いが攻撃力はガイよりさらに低い。ガイを使い慣れている人なら同じ感覚で使えると思うのじゃよ。
いよいよクライマックスじゃな。ここを抜ければラスボスのベルダーじゃ。ラスボス前の最後の回復アイテムじゃな。あとはベルダーを倒すだけじゃ。
よし、倒したのじゃ。メガ CD 版もあと少しじゃな。ちなみに、このエンディングもメガ CD 版はフルボイスじゃ。エンディングにしれっとマキもいるのが面白いな。ただ、コーディにカツを入れる役はちゃんとガイが担当しているのじゃ。ちゃんとアーケード版と同じスタッフロールを流しつつ、このメガドライブ版のスタッフロールは最後に別に付け足すというのがまたリスペクトを感じるのじゃよ。というわけで、ほとんど完成しているのではないかと思うくらい素晴らしい移植作だったのじゃ。メガ CD 版で物足りなかったことをほぼ全て実現しているのがメガドライブユーザーとしては嬉しい限りじゃな。とはいえ、著作権的にはメーカーに無許可で制作、配布しているわけで、いろいろとよろしくないのは確かじゃ。開発者の方も動いているようじゃが、これが正式にカプコンの許可を得て発売されるのであれば素晴らしいと思うのじゃよ。リアルバウト画廊伝説スペシャルのように、勝手にロムに焼いて販売するような輩のせいで、また開発自体が中止になるのはとても残念なことなのじゃ。できるだけ良い形で世の中に出回ることを祈りたい。せっかくクリアしたので、アチーブメントをチェックしてみるかな。おお、いくつか獲得できているのじゃ。
これは何度もプレイしたくなるな。こういう勝手移植は許せないと言い方の気持ちもわかるが、ここまで個人で作り上げたファンの方の熱意、情熱というのもまた素晴らしいとも思うのじゃよ。本プロジェクトを手掛けたマウロ・ザビエル氏の努力と情熱に心より敬意を表するのじゃよ。というわけで、今回はここまでじゃ。動画制作をご支援いただける方は、ぜひメンバーシップにご登録いただけると嬉しいのじゃ。では、次回もよろしくな。よろしくですわ。よろしくね。チャンネル登録や高評価もよろしくですわ。ところでチャンネル登録とか高評価するとどうなるの？さあ、でもきっと良いことがありますわ。いい加減だな。ま、よろしくね。